はい、皆さんこんにちは。エコドライブの鈴木です。今日はですね、できない理由よりできる方法を考えるっていう話をね、してみたいと思っています。これはね、有名なエピソードで、経営の神様って呼ばれているパナソニックを作った松下幸之助さん。あの方のですね、有名な言葉でもありますよね。皆さんは普段できる方法を探してますでしょうかね。なかなか難しいですよね。言うのは簡単ですけど、実際それを実行するっていうのはね、やっぱなかなか難しいと思います。僕もそう思いますよ。でもこれって意識するとね、だんだんできてくるようになるので、なかなかね、できないよっていう方も、諦めないで、ぜひね、意識することを、続けてみてください。僕たちエコドライブはですね、これまでねやってこれたっていうのも、とにかくどうしたらできるのかっていうのを、考える、これをねやってきたからだと思います。もしねできない理由を探してしまってたら、最初の1年ぐらいで間違いなく潰れてたかなと思いますね。じゃあその10年持つ会社とそうじゃない会社で、一体何が違うのかと。これ僕なりの意見なんですけど、ズバリできない理由を探さないでどうやったらできるかを考えてる、これだと思うんですね。結局そのできない理由探し始めたらキリがないっていうか、そればっかりなんですよね。できない理由ばっかりなんですよ、起業ってやっぱりね。ただそれをじゃあどうやったらできるのかっていうのをやっぱり考える、これがね一番重要なんだと思います。僕が起業したばっかりの頃の話をですね、せっかくなんでちょっとね共有しようかなと思います。僕たちはですね、中古のプリウス専門店としてまず起業しました。これね、一番苦労したことは何かっていうと、仕入れなんですよ。車の仕入れ。全然仕入れができなかった。これ僕たち中古の販売店からスタートしたんでね、その中古って当たり前なんですけど、売りたい人から買い取ることで仕入れができるわけですよね。仕入れが成立するわけですよね。これ新車とかその新品だったら、メーカーから直接買えばいいわけですよね。ただ中古ってなると、そうはいかないと。でこれね起業してから気づいたんですけど、プリウスってほんとねいい車だから売る人がめちゃくちゃ少ないんですね。つまり乗り換える人が圧倒的に少ないんですよ。逆はあるんですけどね、そのガソリン車売ってプリウスにしようみたいな動きはあるんですけど、プリウスを売って違う車にしようっていう動きが少ないと。これね完全に僕の誤算で、まさか仕入れできないなんて思わなかったんですよね。そんなこんなでですね起業して、そのプリウスを欲しいっていう人はいるけど、仕入れができないっていう状態がねしばらくあったんですよ。でもちろん広告はね出してたんですけど、僕らみたいな小さな会社はね、そもそも、選択肢に入らなかったみたいです。だから連絡もねなかなかなかったんですね。でどうしようかなと思ってたんですよ。で一つ思ったのが、当時ね僕めちゃくちゃ車乗ってたんですね。要はいろんなところにねその車の仕入れをするのに車を見に行ってたんですよ。もうあとねその車見に行ってたってのもあるし、あとはその商談に行ってたってのもあるんですけど、で当時ね僕一人だったからお店は常にクローズ。結局お店で待ってても誰もお客さん来ないんで、車の仕入れもできないし、だからもうとにかく出ようと思って、とにかくねオフィスにはいないでもう外をね走り回ってたんですよ。でどうだろう、車もそうですね、年間で3万マイル、これキロにすると4万キロ以上乗ってたと思いますね。だからこのね乗ってる車をなんとかできないもんかなと思ったんですよね。で車をね広告できれば、かなりの人の目に触れるんじゃないかって思ったんです。でひらめいたのが、もう車のボディに広告をつけちゃおうって考えたんですよ。で